これ、相当なコスパお化けだと思う。通常価格がこれだから、利益が出ているのか心配になるレベルだぞ。Gadget Budget。皆さんこんにちは。ガジェットバジェットのなおです。このチャンネルでは過去何度かイヤホンの紹介をしてきましたが、まだ触れていない分野がありました。それはノイズキャンセリングです。私のノイズキャンセリングとの出会いは2010年頃だったでしょうか。当時ソニー製ウォークマンにノイズキャンセル機能があり、その効果に感動したのを覚えています。ノイズキャンセリングとは、正式には ANC アクティブノイズキャンセリングといい、一言で言うとマイクとデジタル処理を使って外部の音を打ち消す技術のことです。ヘッドホンには耳を塞ぐことで物理的に音を遮断するパッシブノイズキャンセリングもありますが、 ANC はそれよりもはるかに強力に特定の騒音を消し去ることができます。簡単に仕組みをお話ししますと、音は空気の振動であり、波の性質を持っています。 ANC はこの波の性質を利用しています。まずヘッドホン内蔵のマイクが周囲の騒音を検知します。そして検出した騒音と正反対の形をした波をヘッドホンのスピーカーから瞬時に再生します。騒音の波と逆の波がぶつかると波が平らになり、音が消えます。騒音も逆の波もどちらも聞こえなくなるんです。音って不思議ですよね。理論上どんな騒音でも完全な逆位相の波形を再生すれば何も聞こえなくなります。でも実際は騒音も逆位相もかなりの音量で鳴っているんですよ。さて仕組みが分かったところで、続いてはその強さです。ノイズキャンセリングの性能紹介で最大40デシベルカットといった数値を見かけることがあります。このデシベルは音の大きさを表す単位ですが、数値が大きいほどより大きな音を消す能力があるということになります。聞こえ方の目安としては10デシベル、音が半分くらいになったと感じる。30デシベル以上、騒がしいカフェが図書館のような静かさになるレベル。ただしこの数値は特定の周波数での最大値であることが多いため、数値が高いイコールあらゆる音が無音になるというわけではない点に注意が必要です。おっと、前置きが長くなってしまいました。今回はそんなノイズキャンセリング機能を搭載したこちら TrueFree HF10 をレビューします。こちらは HF10 を製造販売しておられる TrueFree 様よりご提供いただきました。いつもありがとうございます。なんと今回もお得に購入できる情報がありますので、動画を最後までご視聴くださいね。では早速開封していきましょう。オーバーイヤーヘッドホンにしては小さめに感じるパッケージです。裏面には簡単なスペックが書かれています。バッチリ技的マークもありますね。中身を出していきます。まずは付属品から確認します。紙類が2つ。1つ目はアプリのダウンロードについて書かれたスタートアップガイドですね。そして2つ目はマニュアルです。日本語も書かれていますね。そしてケーブルが2本あります。有線接続時の 3.5mm シングルエンドのケーブル。有線、無線の両対応は嬉しいですね。それから充電用の USB タイプ A to C です。本体見ていきましょう。なるほど、コンパクトに折りたたまれています。小さいと感じたのはこれですね。これは収納時に便利です。全体的にプラスチック感がありますが、非常に軽いです。イヤーパッドは楕円型で L と R も分かりやすいですね。アジャスターもしっかりしています。
ボタン類を見ていきます。 R 側に電源、プラス、マイナスボタン。おそらくここは集音部でしょうか。そして有線接続用の 3.5 ミリ端子があります。 L 側に ANC ボタン。物理ボタンでノイズキャンセリングを操作できるようです。そして充電用のタイプ C ポートと LED があります。ヘッド具は稼働できるので片耳で聞くこともできますね。内容物は以上となります。続いて重量です。キッチンスケールなのであくまで参考値ですが 250g と表示されました。ちなみにこちらは私がモニターとして使っているヘッドホンワンオーディオモニター60です。 330g。 なんとバッテリーを積んでいる HF10 の方が 80g も軽い。これは驚きました。ではスペックを見ていきましょう。おお、面白そうなの持ってるじゃないか。僕に語らせてくれよ。わかりました。ではお願いしますね。ドライバーユニットは 40mm のダイナミックドライバーで、ハウジングを見る限り密閉型のようだな。周波数特性は一般的な範囲だ。Bluetooth バージョンは最新の6に対応していて、対応コーデックは AAC と SDC だ。この製品の尖った性能がここからだ。実測に 150g の重さにしてなんと、正常モードで125時間の再生時間とのこと。こんなワイヤレスヘッドホン、見たことないぞ。利用環境にもよるだろうけど、計算上は5日間再生しっぱなしができるってことだ。ノイキャン使っても85時間という、とんでもない持続時間だ。そして急速充電に対応していて、たった10分で8時間分の充電ができる。これは日頃充電を気にしていなくても、朝、身支度を整えている間に、1日分の充電ができる手軽さだ。ノイズキャンセリングも注目だ。Apple AirPods Max でも電車の騒音を約20デシベルから30デシベルくらいをカットすると言われているので、HF10 の最大、マイナス45デシベルはかなり強い数字だ。これは早く駅前の雑踏や電車の中で試してみたいな。そして前回紹介した DS1 同様、機能も盛りだくさんだ。通話用のノイズキャンセリングにマルチポイント、低遅延のゲームモードにアプリ対応、そして6000円を切る価格。これ、相当なコスパお化けだと思う。通常価格がこれだから、利益が出ているのか心配になるレベルだぞ。よし、じゃあ僕が早速電車内で検証するから、ちょっと貸してくれ。検証するのは私ですよ。それにまずは装用感からですね。この手のオーバーイヤーヘッドホンは速圧とか長時間のつけ心地がとても重要です。どんなに高性能で高音質でも重くてつけ心地が悪いとまともに使えません。また真夏だと汗や蒸れなんかも気になるポイントです。まずイヤーパッド。楕円型でパッドはやや柔らかめ。速圧も私にはちょうどいい具合で、首を軽く振ってもずれることはなく、メガネをかけていても痛くならないです。それからヘッドバンド部にもスポンジがあり、良い感じでフィットします。なんといっても軽いので、半日つけっぱなしでも全く苦にならないです。私は本体の重さや頻繁な充電のために、これまでワイヤレスのヘッドホンを敬遠していましたが、これならずっとつけていられますね。そして注目のノイズキャンセリングですが、適応型、室内、屋外、交通機関とモードが選択できます。オート、弱、中、強という感じでしょうか。最大マイナス45デシベルとはいえ、そこまで強力な機器ではないですが、ANC と遮音により SN の比はとても良いです。外音取り込みもついていて、車や歩行者の接近にも十分対応可能です。私は普段買い物等で会計する際はイヤホンを外す派なんですが、普通に会話できるレベルです。これは安心感ありますね。続いて音質です。まず全体的なカラーとしては私の大好きなウォーム系。EQ なしでも低音付近に量感があります。
人によってはボーカルがこもって聞こえるかもしれませんが EQ で調節できます。私は高音域を持ち上げていわゆるドンシャリにしていますが、なんともパワフルで元気の良いサウンドです。改造感やボーカルの繊細さより EDM やハードロック、ジャズ、R&B などが合う印象です。次に遅延です。音楽を聴く分には普通に使っていて遅れが気になることはありませんが、動画を見ているとたまに気になる程度ですね。ゲームモードを有効にすることで緩和されますが、ガチの音ゲーや FPS ではどうなのでしょう。ちょっと私はそのあたりのジャンルのゲームはやっていないので未検証ですが、有線接続もできますので通信による遅延はなしにできますね。ムービーモードという映画視聴用の機能もありますが、私は通常モードの方が好きかな。さらにウェブ会議でも使えますし、マイクには風切り音低減機能もあります。ただ耳はイヤーパッドで遮音されているため、自分が話している声が不自然になりますね。これはオーバーイヤーヘッドホンの宿命だと思います。ウェブ会議でオーバーイヤーヘッドホンつけている人、あまり見かけないのはこのためではないでしょうか。まとめるとこうなります。デザイン、質感は価格なりですが、プラスチック素材は軽量で、装用感にはプラスに働いています。音質はウォーム系で低音に厚みがあります。高、中音域もイコライザーで補正かければ、好みのサウンドに調整できます。ノイズキャンセリングについては星 3.5 くらいですが、まだ飛行機で試していませんので、おまけで4にしています。バッテリーは文句なしの最高点。検証から動画が完成するまで一度も充電せず使えていました。マイク性能も良好です。素はウェブ会議と普通に使えています。コスパも最高。この軽さ、バッテリーの持ち、機能の多さで定価6000円以下というのは私の感覚だと破格です。ANC ヘッドホン試してみたいけど高いなぁと感じている方、オーバーイヤーヘッドホンは重くて疲れるから嫌だと思ったことがある方、ノイキャン、すぐバッテリー切れるじゃんと思った方、一度試すことを強くお勧めします。今ならトゥルーフリー様より期間限定のクーポンコードをいただいています。気になる方は概要欄のリンクから早めにゲットしてくださいね。それではまた次のガジェットで。